通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、e スポーツからの話題になります。今回ですね、とある一人の e スポーツ選手がその非常に不適切な発言で大変問題視されました。これによりですね、そのチームのスポンサーを務めておりましたホンダが契約を解除するという事態にまで陥りました。これね、日本でも報道されたということで、ご存知の方も多いかもしれませんが、結構ですね、このチームの対応やその周りの反応、ひどいものとなっておりまして、この認識の温度差というのが表面化しているんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。今回ですね、これどうやらね、日本でも報道されたということなんですが、こちらに見えております、e スポーツチームのチームリキッド。ここに所属します、ルーカス・ディアスという人物が、その SNS の投稿から大炎上したんですね。で、こちらね、J キャストニュースさん、まとめてくれてますんで、こちらね、ざっと内容を見ていきたいと思います。世界的プロ e スポーツチーム、チームリキッドのブラジル人男性選手が、広島への原爆投下を再現した一部映像の投稿で、謝罪に追い込まれた問題で、チームとスポンサー契約をしているホンダ危険工業、これつまりはホンダですね。の米国現地法人アメリカンホンダモーターは2025年5月19日契約解除を決定したと公式サイトで発表した。この問題ではルーカス・ディアス選手23歳が日本のプロ e スポーツチームに負けたことを受け、BBC 番組の映像を一部切り抜き投下される爆弾やその後のキノコ雲を再現した部分を投稿して批判が相次いだということで、つまりはね、このチームリキッドのメンバーブラジル人のルーカス・ディアス選手、この人物がですね、日本のチームに負けた腹いせに、こちらに見えておりますが、これX ですね。この原爆の写真を引用し、次のキャンプでお会いしましょうと、このような投稿をしたんですね。で、これに関しましては当然海外でも報じられています。選手のオフェンシブな投稿を受け、ホンダがチームリキッドとのスポンサー契約を終了。ということで早速ですが、こちらですね。オフェンシブとあります。こちらが本日のキーワードになります。offensive、 不快感を与えるということで、こちらのね、オフェンシブというのは攻撃的なという意味になります。侮辱的なとかね、不快なとか、そういった意味ですね。で、こちらはね、形容詞になりますが、この動詞、これがね、offend と言いまして、Did I offend you? という言い回しは英語でね、非常によく使われます。この機会にぜひ覚えておいてください。自分が言ったことに対して相手の顔色が曇る。なんか悪いこと言っちゃったみたいなニュアンスですね。Did I offend you? これね、ものすごい使うので、この機会に覚えておくとね、今後映画とかでもよく出てきますので、聞こえるようになってくるんじゃないかなと思います。そしてこれが名詞になりますと、offense。これもね、皆さん聞いたことあるんじゃないかなと思います。形容詞が offensive、動詞が offend、名詞が offense ですね。こちらは攻撃的な、不適切な、不快なという意味になります。ということで、こちらは選手の不適切な投稿を受けて、ホンダがチームリキッドとのスポンサー契約を終了。アメリカンホンダモーター社は e スポーツの組織チームリキッドとのスポンサー契約を打ち切った。この契約はチームリキッドのここです。レインボー6シージ所属選手ルーカス・ディアスが原爆に関する不適切な SNS 投稿を行ったことを受けてのもの。この投稿は e スポーツコミュニティ内で大きな反響を呼んだ。問題の投稿は2025年5月13日に行われたトーナメントでチームリキッドが日本のチームに敗れた直後に行われた。投稿の内容は日本の選手たちに対して極めて無神経なものと受け取られ批判が殺到した。2025年5月15日、ルーカス・ディアスは X 上で投稿について謝罪している。ホンダは自社のニュースイベント専用ページでスポンサー契約を終了したことを発表。選手の行動は企業としての価値観と相入れないと判断したと説明した。ということでですね、このチャンネルご覧になってる皆さんにとってはね、この皮肉な状況というのがよくわかるんじゃないかなと思います。今回ですね、この舞台になった大会、このイベントというのは、レインボー6シージというゲームの大会だったんですね。こちらになりますがね、ゲーム詳しい方もすでにね、ピンときてるんじゃないかなと思います。これね、どこのゲームなのかという話ですよ。ここに貼りますね。はい。UBI ソフトなんですよ。いや、今回の件はね、UBI ソフト、何にも悪くないですよ。何もしてないですからね。でもこれ何なんですかね。因果と言いますか、因縁と言いますか、神のいたずらと言いますかね。今回ですね、原爆の写真を投稿して、日本人を攻撃した。この舞台となっているのは、UBI ソフトのゲームのイベントだったんですね。で、これを受けましてね、当の本人、こちらでね、謝罪をすることになりました。皆さんね、先日の敗戦後に投稿した内容について、心から謝罪させてください。あの画像を使用したことは大きな間違いでした。不快な思いをされた方々が多くいらっしゃることを理解しています。本当に申し訳ありません。
決して誰かを傷つける意図はありませんでしたが、投稿の文脈や選択が不適切だったことを認めています。ね、この原爆の画像を投稿した本人は悪気がなかったと。どういうことでしょうか。特に日本のファンの皆様へ、そしてブラジルや日本に住む日系、日本人の皆様へ謝罪いたします。ブラジルにおける日本のコミュニティの力と重要性を私は理解していますし、自分の投稿にもっと注意と責任を持つべきでした。相手チームの選手たちには直接謝罪をしました。今後も自分の過ちを深く反省し、そこから学んでいきたいと思います。私はこれからもっと学び、考えて行動し、責任あるプレイヤーになることを約束します。改めて心からお詫び申し上げます。そしてゲーム内外でより敬意と配慮を持った選手になることをお約束します。他のブラジル人全員があなたと同じ考えではないことを理解しています。あなたが e スポーツ選手なら実力で勝負してください。こちら日本語ですね。所属チームのスポンサーが日本の企業のホンダだってのに、日本や日本人に対して広島の原爆投下の画像を投稿するなんて、鬼畜な行動がよくできたもんだな。日本人の心にどれだけ深く刻まれてる。そういうことも知らずに偶然に投稿したなんて嘘が通ると本気で思っているのか。試合に負けた腹いせに一線を越えた人間がどうなるか注視しましょう。言い訳するのはとても見苦しいです。スポンサーさんは早く降りた方がいい。ということで先ほどの記事ではね、ホンダがスポンサー契約解除しましたよとありましたが、実はですね、今回の謝罪を受けまして、最初はね、契約を解除するという話が出ていなかったんですね。故にここではね、スポンサーは早く降りた方がいいと言っていると。それにしてもすごいですよね。スポンサーがホンダなのに、アメリカ法人かもしれませんが、原爆の写真を使うというね。これに怒ってる日本人よ。抗議すべきはこいつに対してではなく、こいつの所属しているチームに対してだぜ。メンバーの教育どうなってんだということなんですが、実はですね、プクタ e スポーツを主催してる会社に、ちょっとね、お知り合いがいまして、これね、結構前の話なんで、今ね、状況どうなってるかわかりませんが、その当時の話ですよ。聞いていたのは、少し前に、e スポーツの選手たちが、ものすごい不祥事を起こしてる時ありませんでした？覚えてる方いらっしゃいますかね？失言や暴言。すごかったでしょ？で、その時にね、この主催の会社の方ですよ。これ大企業ですが、この人が言っていたのは、もうね、とにかく大変だって言ってました。もう本当にね、ゲームしかしてこなかった人たちなので、もうとにかく倫理観がないんだと。そしてそれを抑制し教育するのが大変だと言ってたんですね。それをちょっと思い出しました。こちらの方ね、こんな投稿してますね。騙されないでください。ディアスがツイートした自負は、広島で検索したら出てくるものです。爆発等の別のワードでは出てきませんでした。あの投稿は間違いなく悪意があって投稿されたものです。つまりね、今回の選手というのは、原爆の写真というのはね、その自分の思いが爆発するというのを表現するために使ったんだと言ってるんですね。これかなり苦しいと思いますが、そのように言ってるんですよ。それがたまたま原爆の写真だったんだと。ただ実際ね、この方は、自負というのは、広島で検索すると出てくるものなんだと。このように言ってるんですね。教育レベルが驚くほどに低い。お前は一線を越えた。日本人を敵に回したね。誤って済まされる問題じゃない。わざわざ広島と検索しないと出ない画像を投稿したのに、知らなかった。そういう負けた嫌がらせで衝動的に他国を侮辱するのがそちらの国の文化なんですね。誠心誠意謝れは良かったものの、自分の保身のために嘘をつく偽善者だったのか、非常に残念です。ブラジルの教育水準の低さが露呈しましたね。ぜひホンダがスポンサーから降りることを願っています。ということで当時出ましたこの謝罪文にも、当然ですよね、日本人殺到しまして、大変怒っているというような状況になっています。で、その後ですね、こちら、ホンダのホームページになりますが、このようになりました。ホンダは、この事態を重く受け止め、ここすごいですよ。extremely seriously。非常に深刻に受け止めたと。強い言葉で言っています。スポンサー企業として、直ちにチーム及び選手に対し厳重に抗議しました。これに対しチームは謝罪し、問題の投稿を削除し、再発防止策を実施いたしました。慎重に検討した結果、今回の行為はホンダの企業価値に相入れないものであり、容認できないと判断し、問題のチームとのスポンサー契約を解除することを決定しました。ということでですね、今回このホンダはね、選手一個人ではなくって、このチームリキッド、このチーム自体との契約を解除すると、このような決定をしました。そしてこちらがね、そのチームリキッドになるんですが、これに対しての声明が出てるんですね。これがね、ひどいものでして、厳しい敗北の直後、感情が高ぶった中で、ルーカスは不適切な判断を下してしまいました。彼は自分たちが大敗したことを表現するために爆発の自負を汎用的なキーワードで検索し、これ先ほどね、どうせ広島で検索したんだろうと言われてたやつですね。感情の激しさに合うものを選びましたが、その画像が日本の歴史における痛ましい出来事と結びつくことに気づけませんでした。私たちはそこに悪意はなかったと信じていますが、極めて深刻な判断ミスと認識不足があったことは否定できません。
ということでですね、現在もこのチームリキッドは、本人はね、あの画像、原爆の画像だとは知らなかったと。だから悪意はなかったんだというのを通しているんですね。そして、現在もですね、あの選手というのをクビにすることはなく、そのままチームに擁している状態だというように言われています。ね、判断力がなかったと言っておりますが、だからゲームでも負けたんでしょうね。そしてこれに関してはですね、界隈の関係者も次々とお気持ちを表明しておりまして、これもね、すごいんですよ。この方ね、M80 っていうんですかね。別のチームになるんですが、そこはね、今リタイアしておりまして、このチームでね、コンテンツクリエイターをやっていると。この件について動画にすべきか正直迷っているけど、個人的にはこれは過剰反応だと思う。ディアスのことは知ってるし、彼に悪意がなかったのは、どの情報源を見ても明らかだ。本人はすぐに相手選手全員に謝罪してるし、自分でもバカなミスだったって自覚していた。悪意を持って行動したり、実際に犯罪行為をしても、軽い処分しか受けていない選手だっている中で、これはね、福田が聞いた話と一致する話ですね。こういうとこなんですよ。文化的な背景を知らなかっただけの若者が、悪意もないのにこれだけの処分を受けるのはどうなんだって思う。この方ちなみにね、中国系のアメリカ人なんですが、やっぱりね、よく海外でも、原爆ってかなり軽々しく扱うでしょう。サンダーボルツの監督もそうですよね。いや、影って広島参考にしてるんだよね、なんていう軽口を叩いてしまう。もう全く言う必要がないのに、そういうことをね、軽く言ってしまえる。こういう状況っていうのがやっぱりあるということですよね。そしてこれに対してですね、この方ね、レインボーシックスの実況者らしいですね。実況といってもこれ見てください。本物の実況ですね、これ。これをやってる方のようです。いろんな要素が絡んでいるけど、一番大きいのはこの件が日本のメディアで報道されたってこと。人々は激怒していて、ホンダとしてはチームリキッドとの関係性を続けることで受けるブランドイメージの損害を容認できなかったんだ。これはリキッドを切るかどうかの話じゃなくて、日本中の多くの人々に与える影響をどう見ているかって話。ホンダは20万人が亡くなった出来事を軽視する人間をサポートしている。80年経った今でも放射能の影響で苦しんでいる家族がいるのに、そう言われたらイメージが最悪でしょ。ディアスに意図があったかどうかは関係ないんだ。日本人にとってどう受け取られたのかの方が重要。謝罪してもその印象が消えるわけじゃないんだ。はい、ということで本日はですね、先日行われましたレインボーシックスシージの世界大会の中で日本チームに負けた選手が原爆の写真を SNS に投稿、大炎上した結果、スポンサーのホンダがチームとの契約を解除したという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。実際ね、結構温度差あるでしょ。これね、かなり大炎上したので、結局ね、最終的にはホンダも契約を解除するという決定に至ったようですが、当のチーム自体はね、未だに言い訳がましい言い分を主張していると。一応ですね、この選手に関しては、クビにはしないものの、給与4ヶ月分に当たる罰金を課すとか、一応ね、制裁は課すということなんですが、今後ね、このチームにスポンサーがつくのか、そのあたりも気になるところですよね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。